関東ドリフターの聖地日光サーキット。今日も壮行会で満員御礼の中、あの男があの名車の良さを改めて紹介するという。はい、俺が日比野だ。最近ねトヨタ86、俺がね D1 でねトップっていうことでね、実はね俺のスタートは A86 というねまた古い86の方でした。昭和の名車86っていうのをね今日ね日光サーキット集まってもらいました。今でどういう86になってるのかみんなにね教えてあげようかなと思ってます。かつて峠にサーキットにあふれ返っていた AE86、 今じゃコレクターズアイテムとなった感があるが、それでもまだまだ楽しみ方は無限大。今回 4AG エンジンベースのチューニングマシンを4台ご用意。かつて AE86 で名を挙げた男がそれぞれの仕様をチェック。これ見た後はあなたも AE86 が欲しくなってるに違いない。列車列伝 AE86 完全解剖。1983年に発売開始されたカローラレビンスプリンタートレノ。軽量コンパクトな FR スポーツは 1.6 リッター直列4気筒の 4AG エンジンと相まってドリフト層に絶大な人気を誇った。発売からおよそ30年が経った今も現役でサーキットを疾走する4台をここから日比野がご紹介。あなたの気になるマシンはあるかな。まず1台目は5バルブ仕様から。今回エントリーの中で最もライトな仕様だ。この車のちょっと紹介をしてもらいたいなと思うんですけども、パッと見は普通のストレート3ドアなんですけど、何か変わってるのかな。全体的な軽量化を図って、あとはエンジンは20バルブの、ノーマルスタンダードのまんま乗っけて、コンピューターも、ノーマルです。ノーマルコンピューター、エミッションもレフも、ノーマルですね。じゃあ本当に心臓部だけちょっと変わってるっていう感じ。軽量化っていうのはですね、どの辺をどれぐらい何キロぐらいまで下げてるのかなっていうのは。外せるものを全部外して、多分30キロぐらいは軽量できてると思うんですけど、あとは外板は FRP の、外装なんでそこも軽くなってると思います。800台にはいってるのかなぐらいですかね。じゃあちょっとエンジンを見せてもらっても大丈夫ですかね。綺麗に収まってる感じしますけど、やっぱりこれ気になります。理由は見栄えとコストを抑えるために後ろ側にあった方が良かったので、あえてそのまんま乗っける感じですね。そうなんですね。これ作り直してそうですね。パテで埋めて、穴を埋めて溶接で埋めたりして。あとなんかおすすめがあったりとかは。性能的には良くないんですけど、ブレーキブースター外してちょっとダイレクト感を出す感じで。実際車を持ってきてこの仕様にしてくださいっていう風にする場合ってどれぐらいの予算かかるもんですか。中古で8万9万とかで、あと配線とか、あとコンピューター。そうですね。高くてもどうですか、30万かかんないぐらいでいけそうな感じなんですかね。自分でやろうとすると。そうですね。自分でやってプライベートでやれば。そうですね。そうなんですね。まだ10万とかするんですね、このエンジンって。最近また高くなってるんで。そうですか。やっぱ早めの方がいいですね。そうですね。ちょっとこの車の運転席に座っても大丈夫ですかね。本当気になるポイントはこれですね。86には必要がないと言われているサイドっていうものが、これ油圧ですか。普段使わないんですけど、遊び感覚でちょっとつけてみました。そういうのも試してみたいと思いますんで、乗らせてもらっても大丈夫ですか。ぜひよろしくお願いします。このサイドもちょっと気になるんで、ちょっと引いてもいいですか。早速コースへ出ていく日比野。果たしてその乗り味は。
僕もね練習でこういう車も乗ってました。だけど僕の場合はクロスミッションっていうのが入ってて、ノーマルにしてはクロスミッションでなんとか速く走れるっていう風にで練習したんですけど、この車はちょっとノーマルのミッション、ノーマルのファイナルっていうことで本当にあるまんまで乗ったんで、86のローパワーに対してのドリフトっていうのはすごくやりにくかった印象がありますね。まあその分絶対に壊れないなっていう安心感のある車でもありますね。でこの車のいいところっていうのはもう3速全開で進入してからのもうアクセル全開のままっていう時間がすごく気持ちいい。本当に常に全開できる車っていうのがすごく運転手にとって楽しいっていう車ですね。練習車っていう風に考えると星4つかな。だけどやりたいことできるかっていう風に考えるとちょっと足りないから、まあ 3.5 っていう星でいきたいと思います。ローパワーがゆえにトラブルフリー、ドリフトテクニックを磨くには絶好の材料だ。お次は一世を風靡したキャブ仕様。かつて日比野はこの仕様で D1 へ参戦していた。パッと見て内装がないんで軽量化もある程度されてる。そうですね。だいたい車重的にどれぐらいまで850前後だと思います。850ぐらい、はい、じゃあ結構軽いですよね。と思います。じゃあとりあえず見せてもらってもいいですかね。はい、昔よく見た感じなイメージなんですけどキャブは何を使ってますか？キャブはソレックスの44パイ。44、はい、でエンジンの中はどうですか？エンジンは戸田のピストン82パイのピストンに、はい、BC のコンロットでクランクは101クランクで、はい、カムとかカムは296の桜井 TRD の桜井カムで。あんまり手に入らないですね。これ点火どうしてます？点火固定心拍ですね。ノーマルコンピューターのノーマルコンピューターのでなんか点火強くしたりとかは CDI は一応ついてます。室内ぐらいでやっちゃってるんですね。そうですね。これで180馬力出てればいいな。出てればいいな、はい、なるほど。このボディと新しいなんか熟成お姉さんっていうナックルがあるんですけどそのナックル入れたらまたちょっと面白くなっちゃったんで、はい、これで大体どれぐらい走られてるんですか？これまだ実は、はい、買ってまだ半年ぐらい。おっと8力歴短い感じですか？いや、ま、8力歴は20年ぐらい。20年。じゃあ何台ぐらい乗り継いだの？いやもう俺すぐ壊すんで、12、13台は。あ、そう、はい、いってるな。今の86事情相場っていうのはちょっと気になるんですけど、これはボディだけだったんで、もう外装も全部ついて10万ぐらいだったんですけど、まあ走れる状態の車だと大体今どれぐらい買えるものなんですか？50万50以上はすると思いますね。昔言うともうすごいもうフルチューンでもシルビアも買えそうです。買える。でそんな今値段高いの？高いです。そう運転席をちょっと見せてもらいたいんですけど、使っていいですか？あ、どうぞ。取れるもんは取ったっていう感じの仕様で。そうですね。もうサイドバーもついてるんだね。これは何かの競技ですか？ D1 どっちからしいこの車。はい。誰？松田豊一さん。あ、トヨの車。まあ何台目かわかんないんですけど、回り回って来たんで。じゃこの色のまんま。そうです。オイル出てる。でその辺ちょっとあんまり見ない方が。見てダメ。いつもクロスミッションなんで、なるほどね、もうちょっとしっかりしてるんですけど。昔のね、俺が乗ってた D1 車両の NA の時の似たり寄ったりな感じなんで。そうですね。あの時俺がね、120馬力ぐらいだった。だからその頃思い出したような走りをしてみたいんで乗らせてもらってください。はい。ちょっとよろしくお願いします。乗ってください。懐かしの仕様で日比野がコースへ。テンション上がってます。車
ッションだったらと思うとやっぱり NA だと1回回転上げてミッション変えた時に落ち込みっていうのはすごくロスになる車なんで、得をしない部分ですごくこうもったいないなっていう気はしました。でもちろんそのキレ角アップしてるっていうところがすごく理想に近づいてるのかなっていうふうに思います。で本人はリアタイヤちょっと今食わないよっていうふうに言ってたんですけど、この馬力に対してそれぐらいのちょっと滑るぐらいが本当に NA で走るっていうことにはもう本当に正解なんじゃないかなっていう思います。ちょっと僕的には評価いいと思いますね。で本当は5行きたいんですけど、ちょっとね今日のところはミッションだとかちょっとねこうマイナス点が多いんで 4.5 点上げたいと思います。これはすごく昔からのこう作りで今でもまだ使えるなっていうそんなセットだと思いますね。キャブ仕様はサーキット走行を楽しめるだけでなくドリコン上位も狙えるスペックだ。